こんばんは。今日もお家の人帰り遅いのかな。そしたらね、じゃあ今日も学校から出てる宿題の部分と照らし合わせて歴史の勉強をしていきましょう。はい。歴史は好き？好き。なんか戦国時代とかの武将が好き。うん、いいね。今日やるところもね、そう近いものが出てくる、出てくるから、早速やっていこうかな。はい。じゃあね、歴史の教科書。で、これを、45ページ開いてください。そうだね。そう、そこの部分だね。はい、大丈夫？じゃあね、今日は、歴史のところが、ビジュアル系の歴史。はい。ここに入っていきますね。じゃちょっとね、上から順番に読んでいきましょうかね。はい。じゃあまずね、この起源のところだね。そうそう、この、まず起源がこれが1980年代が、一応、この先駆けというか、走り。はい。ここの部分ね。1980。この時代に日本の音楽シーンに大きな影響を与えたのが、当時 X というふうに言われてましたけど、今の x ジャパンですね。ここまで大丈夫。はい。で、この X は、当時、ドラムの YOSHIKI が率いていた、この X と、当時かつてギターだった、ヒデがやっていた、サーベルタイガーっていうバンドが当時あったんですけど、サーベルタイガーからヒデが X に加入する形で、一緒になった。はい。そうだね。そう、ここの部分、まず大丈夫ね。じゃあちょっとここで一つ問題です。そもそもビジュアル系という言葉の語源、なんだかわかるかな？違う。はい。それが、次のページのここの真ん中に書いてあります。はい。これは読んでみて。そうです。サイケデリック・バイオレンス・クライム・オブ・ビジュアル・ショック。もう一回。サイケデリック・バイオレンス・クライム・オブ・ビジュアル・ショック。そうです。当時 x ジャパンがこのキャッチコピーみたいなものを使っていて、とあるね雑誌の媒体が彼らのようなバンドの総称を、そこからビジュアル系というふうにつけて発信したのが、そもそもの、語源であるという説がありますね。はい。ここまで OK。 そう、ビジュアル系の、そう、走り。そう、
いいよ、ノートにとりあえず書いといて。これはね結構ね穴埋めで出ますね。語源は出る。これもスペルもね全部覚えといてください。結構入試で出る確率が高いかな。そうだね。ここはまあ正確にかけた方がいいです。はい。でまあ話を一回戻して、この1980年代には当時YOSHIKI 率いるエクスタシーレコードエクスタシーレコーズっていう、インディーズレーベル、これとあと関西の方でダイナマイトトミーが率いていた、フリーウィルっていうレーベルでこの独自レーベルが誕生しています。そう覚え方としては東のエクスタシー、西のフリーウィル、ここ書いといて。東のエクスタシー、西のフリーウィル。でこのね、友好関係をお互い築いていて、この中からいろんなこの新たな勢力がね着々と静かに力を蓄えていきました。ここまで1980年代大丈夫かな。 OK。 はい、大丈夫かな。でその後ね、この、教科書のこの年表で言うと今度1990年代前半に入ります。ここだね。そう。でね、この時代は本当にまさになんだろうな、群雄割拠っていうのかな。それこそエクスタシーレコーズから派生したルナシー、ルナシーとか、あとエクスタシーじゃないんだけれどもラルクとかですね。あと黒夢であったりとか、めちゃくちゃ個性の強いバンドが次々と出現する時代です。そうだね。文章問題でこの時代のなんだろうな、有名なバンドみたいな回答を求められたらルナシー、ラルク、黒夢とかそこら辺書いておけば大丈夫かな。であとこの時代に時を同じくして関西の方で、後に TM レボリューションの西川さんとなる人ですけど、この方が、在籍していた、ルイ・マリーというバンドもありました。そうです。彼はこれぐらいの時代からもうすでに、活動していました。解散してしまいますけど、そう、ここだね。こんな風にね、90年代前半は本当に名だたるバンドが続々と出てきて、でさらにですね、90年代の半ばよりちょっと前ぐらいとかってなってくると、今度はですね、さらにこの個性があるよ
短美な世界がこう色濃く出ているマリス・ミゼルというバンドも出てきます。そう、年表で言うとここだね。そう、まあでこのマリス・ミゼルの2代目のボーカルとして今のはガクトさんが君臨していました。で当時彼はピアノとかもすごいこう弾いてたりしていたので、こうマリス・ミゼルのこの短美でこう中世ヨーロッパのこの貴族みたいなイメージとすごいここが、こうマッチして、より一層ねこう幻想的な世界が、出来上がっていたかなと思います。でここからですね、一つ、あれなのがこの時代というか、この界隈のそうだな、こう特徴を挙げるとすると横のつながり、縦のつながりっていうのがもう結構すごい、あるんですよね。それがここに書いてありますね。例えば先ほど言ったように X がこう発掘したのがルナシーであり、でさらにこうグレーもね、X のこうヒデが、目を光らせていたというか、本当にこう家族のようなこう一つの生命体として、この縦のつながりが生まれたり、であとはねこうルナシーのドラマーのね、この間亡くなってしまったんだけれども、深夜が、一番弟子としてこう育て上げたのが、後のこのシャムシェードのドラムの淳二さんであったり、そうとにかくこういう技術とか精神的なものがこう継承、されていきました。ここの時代だね。結構ねやっぱりそうだな、こう脱退しちゃったメンバーが後々全然また違うこう有名なバンドのメンバーになってたりとか、それこそこのマリス・ミゼルのローディーだった上条は今ベルサイユという、とってもマリスに結構似ているバンドをやっていたり、本当にこう長く音楽を続けていればいるほど結構ね過去の歴史をこうやって紐解くと、この人たちこんなつながりあったんだとか、ここのローディーだったんだみたいな発見があります。ちょうどここですね。結構ね逸話みたいなのもちょくちょくこの注釈に書いてあるので、ここはもうしっかり読んでおくように。そうだね。そう例えばX にこうヒデが加入した時のヒデだったかな、X、そうだね。もともとこのヒデはもう美容師にもなることを決めていて、美容師の、国家資格も持っていて、バンドマンになることを一回は諦めて美容師になるともう決めた矢先にこの X への加入を勧められて、音楽の道を取るんですけど、長時間にわたる説得で
ついに加入が決まった時に、この喜びのあまりなのか、YOSHIKI さんとかで組体操をしたと、その場でっていうお話があったりですとか、そうですね、いろんなことがあります。ここまでは大丈夫そう。ノートに書き写しとかも大丈夫。OK。そしたら、1990年代まで行ったので、次2000年代だね。ここだね。でここはですね、いわば冒頭でも言ったように、君の好きな戦乱の時代に入っていきます。2000年代です。ビジュアル戦国時代と言っても過言ではないかなと。この頃になるとね、いわゆるこの方向性の違いとかよくある、価値観のズレとかでですね、いわゆる謀反が起きて、各地で、で多大なる、影響下にあった、ルナシーとか、黒夢とか、もうこの戦に巻き込まれて、活動を一時もう終幕したりっていうことが起こります。各地で起こってます。一部の学者の推測からすると、90年代にある種社会現象となった、このビジュアル系っていう文化が、2000年に入る頃にちょっと下火になってきて、またこの音楽のこのカルチャーみたいなものもちょっとまた社会の上で変わってきたりして、ちょっとこのビジュアル系っていうものが衰退というか、下降気味に入っていく中で、かつてゴリゴリのビジュアルのいでたちをしていた、メンバーとかもだんだんナチュラルに寄ってったりとか、おのおのこのソロに転身してみたりとか、いろいろね、そういう環境の変化とかね、関わってくる人間の多さとか、年齢とかによって、いわゆるこういう戦が、起こりうる状況が多々あったのではないかなと、推察されてますけど、そうだね。でこの中でも一つ、これはバンド内でとかではないんだけど、丘戦争っていうものがありました。次のページのここです。丘戦争、いわゆるディル・アングレイとピエロをめぐる関係性についてなんですが、当時のファンの間で対立しているような構造が生まれてしまった。別にディル・アングレイとピエロが直接的にも間接的にも何かお互い不仲だとか、そういうことがあったとか、そういうことでは、そこは全然確定できないんですけれども、ファン同士というかね、お互いのそれぞれのファンが相入れない状況下にあって、でディル・アングレイの曲に丘って名の付く曲があって、でピエロにも
なんかそんなようなところから、このファン同士の中でのこの対立の状況をある種ちょっとこのユニークにこの皮肉っぽく言ったのが、これが丘戦争と呼ばれていた戦、ファン同士のバチバチですね。これがありました。これは全然公式な戦ではないです。はい。ただですね、このある種ファンが作ってしまったような、この戦の状況もですね、時が経ち、はい、関係性がね、変化をしていきます。ピエロは一時もうずっと活動を、休止になっていて、ディル・アングレイはずっと続けていたんですけど、その中でね、またこのピエロが復活を一回、遂げて、なんとここで何が起きたでしょうか。また戦が違う。だから戦は終わったって言ってんじゃん。これがですね、このディル・アングレイとピエロがね、同じ舞台で共演することになったんですね。でこれが2017年にアンドロジナスという名前の公演が行われまして、ここでディル・アングレイとピエロが、対バンというかね、いい意味でのまさかの共演がありまして、でこの報道というかね、この発表があった時のファンたちがもう当時熱狂的に、追いかけていた、ようなところから、活動休止に入って、ちょっと封印してたねグッズ、なんか持ってたカバンとか、着てたゴスロリのこういう服とか衣装とかを何十年の時を経て思わず引っ張り出してきたという人たちが結構いたと言われてます。まさかこことここがみたいな、大衝撃だったですよね。きっと当時この戦を焚きつけた側の人たちですからね。なので2017年に、アンドロジナスが行われて、この丘戦争って呼ばれていた関係性がここでもう本当に変わった瞬間、だったんじゃないかなっていうことが今言われてます。で本当にね、このアンドロジナスに限らずなんですけど、かつて一度は活動休止だったり終幕を迎えているバンドが2000年のまた2010何年とかそれくらいになって、当時若かったメンバーたちもだんだん大人になっていったことによって和解の方向にね進んでいったバンドが結構たくさんありました。本当にルナシーもその中の一つですし、黒夢ももうね、あんだけギスギスしていた2人がまた再び一緒に黒夢として活動を果たしましたし、ちょっと唯一残念ながらまだもう見れないかなと思われるのは、98年ぐらいにメジャーでデビューしているジャンヌ・ダルクとか、そこら辺はねちょっと、復活はちょっと無理でしょうけれども、先生はちょっと密かに待ってます
上がね、ビジュアル系の大まかな歴史になるんだけど、今日やったところをしっかり、復習すれば、多分次のテストでは結構今からしっかりやればいい点取れるんじゃないかなと思います。そうだね。たまにね、ちょっとした論文形式で、じゃあビジュアル系のこの魅力で、ビジュアル系の魅力をいくつかあげようみたいな、あるよね。で、もともと好きな子だったらね、いくらでも書けるんだろうけど、まだそこまであまり、ちょっと浸透していない子たちからしたら、なんて書いたらいいかわかんないよね。そうだね。そんな時のために、もう書くことは今からいくつか決めておいた方がいいと思う。そう、それらしいことをね。そうだな。結局今話したような、こういう人間模様だったり、この偉人たちのね、さまざまなつながり、単純にこれがまず一つ面白いみたいな、そういうことも、言えるし、あとはね、先生、個人的に結構思っているのが、意外と歌唱力が高い方が多いかな。過去のね、かつての偉人に問わず、結構若手の、子たちもすっごい歌が上手な、ボーカルが結構多いっていうのも特徴かな。あとはね、ビジュアル系の中にも、実はなんだろうな、名古屋系とか、そういろいろ細かく細分化されていたりして、でまた時代によってもね、結構なんかキラキラ系とか、なんかネオビジュアルとか、時代によってパターンがね分かれていたりとかして、そういう面白みとかバリエーションがある。で、あとはやっぱ何といっても、私はそのメイクのメイク力の高さというか、女型のね方たちなんかも、もともと男性の方がほとんどなわけだけれども、本当に女性に見える、そこら辺の女性よりも結構綺麗だっていうところが、何者にでもなれるっていうところに、そもそも私は結構魅力があるかなって思ってる。そうだね。もしかしたら君のお父さんやお母さんも好きなビジュアル系バンドがいたかもしれないね。年表とかね、資料集見せると、もしかしたらすっごい懐かしいってなるかもしれない。意外と追っかけやってたりとかねするかもしれないから、もしそうだったらお母さんに、お父さんでもいいけど、いろいろ聞いて、それをね今度テストが出て、もしちょっとした論文形式のが出たら、お母さんたちから聞いた知識を書くのもいいかもしれないね。
本当にこう魅力がたくさん詰まった奥深い伝統というか歴史ある、文化だと先生はすっごい思うので、まあここさえ押さえとけばもはや歴史はもうそれ以外は、まあいいかなみたいな。そうね、まあ入試の時にもねここが大半多分出てくるから、間違いないと思う。そしたらそろそろじゃあまたお家の人帰ってくるよね。じゃあ今日の授業はここまでにします。今日やったところしっかり復習して、気になるところがあったらまた来週。じゃあね、今日も小1時間ぐらいお疲れ様でした。しっかりね休んで、また来週お邪魔させていただくね。はい、失礼します。